どうもこんにちは、大輔です。こちら撮影しているのは2020年7月の24日になります。数字上ではですよ、東南アジアの中で特に深刻な状況に置かれているのがフィリピンなんじゃないかと思います。そんなフィリピンの現状に関して改めて皆さんと理解を共にしていきたいと思います。本日の流れはこちらになります。1、深刻な感染者増。検査数、リカバリー数との関係。2、経済復興に向かうフィリピンの姿勢。3、外国人の入国に関してというこの3本立てで参ります。本チャンネルでは世界各国への渡航緩和の最新情報をお届けして参ります。コロナ明けの海外行き待ち望んでいる方、チャンネル登録お勧めさせていただきます。ではね、1から行きましょう。感染増を読み解く、検査数、リカバリー数との関係ということで、まずはトータルの感染者数ですね。なんとこれね、7万人をもう超えてしまってますよね。1日あたりの新規感染者、こちらに鈍化傾向が見られませんので、状況はね、改善していないというふうに、数字上はね、見ざるを得ないんじゃないかと思います。このね、新規感染者数グラフ見ていきましょう。6月以降ですね、ほぼ毎日1000名以上の新規感染者増える状況が続いておりますよね。日によっては2000名を超える日っていうのがもう当たり前になってきてますんでね、このね、検査数が増えてるから感染者もね、増えるんじゃないかっていう、そういう見方もあるみたいなんですが、実際のところどうなんでしょうか。こんなニュースがね、ありました。7月中旬のラップラーの記事ですね。マニラ首都圏ではドライブスルータイプのコロナウイルス感染検査。これがね、もうかなり広がってるみたいですね。何十箇所もあってですね。で、記事で確認できた場所、一部分だと思いますけどね、こちら紹介をさせていただきます。これはね、PCR 検査が可能な場所ということで、一覧化されておりました。タギックシティにあるセントルークスメディカルセンターグローバルシティですね。あとはセントルークスメディカルセンターケソンシティ。あとはボニファシオグローバルシティドライブスルーテスティングサイト、カーディナルサントスメディカルセンター、サンファンシティですね。また、抗体検査が可能なドライブスルーもありました。パシフィックシティにあるメディカルシティですね。こちらは抗体検査に対応されているということですね。これらのドライブスルーは全てマニラ首都圏で開催されているもののようなんですね。マニラ在住の方はすでに見られているとは思いますけど、各場所ごとにですね、詳細な問い合わせ先が掲載されてましたので、概要欄、リンクを貼らせていただきます。こう見ると、気軽に検査を受ける人っていうのがね、今後増えてくる、そういう見込みなんじゃないかなと思いますよね。現時点における人口100万人あたりの累計テスト実施数はですね、1万名を超えていますので、日本とね、これ比較すると、日本の検査密度の約2倍は実施されているのが今のフィリピンというね、そういう状況なんだと思います。検査数が増えることによって、新規感染者の形状もね、これを同じくして増えるという、そういう見方もあるんですけども、フィリピンに関してはね、7月に入ってからは死亡者数も増えていますので、数字としてはね、厳しい傾向にあるんじゃないかなというふうに思いますよね。で、数々のね、言葉を投げかけて世界を騒がせるドゥテルテ大統領なんですけども、5月の時点で彼はね、マスクスはマストと発言されてましたね。今や街中様子見ますと、フィリピンにいるほとんどの方というのがマスクを着用されているんですよね。もうこれ強制的みたいですね。昔の街並みをね、知っていますので、僕なんかもう信じられない光景ですけどね。それでこれ暑いんで大変なはずなんですよ。ところでね、ここ最近フィリピンのマニラ首都圏周辺ではあることがね、流行り始めているんですよ。皆さん何だと思われますでしょうか。それはね、自転車移動になるんですけども、これはね、マニラ特有の首都の大渋滞関係してるんじゃないかと思いますよね。というのも、自転車専用レーン次々と誕生しているんですよね。ここでね、興味深い写真の比較をしていきたいと思います。2019年2月に開設されたラグーナレイクハイウェイ沿いの自転車レーンをね、まずは見ていただきましょう。皆さんにね。これね、暑そうですよね。こちらね、ちょっとまた別の写真を掲載するんですけども、これも最近設けられ始めているエドゥサ沿いの自転車レーンになります。見ていただくと分かる通り、マスク着用率もう 100% になってますよね。
写真見る限り。皆さん想像してみてくださいよ。梅雨明けのですよ、真夏日。気温はもう33度っていうことにしときましょう。自転車で5キロ離れた職場に向かうあなたはですよ、条例で定められたマスクから逃れることはできないというね、こういう状況ですよね。写真を見る限り、フィリピンの皆さん、律儀にマスクしてるよなというぐらいにしか思いませんけど、これ絶対ね、暑くてたまらないですよ、これは。では、次の話題に参りましょう。そんなフィリピンが最も直面している危機に関して、丸2番ですね、経済復興に向かうフィリピンの姿勢ということでお話をしていきます。毎日のようにドゥテルテ大統領、そして大統領報道官のロケさんがですね、おっしゃってますね。私たちは経済を開く以外に選択肢はないということを繰り返しね、おっしゃっていますけども、一方でですね、7月7日の記者会見、ドゥテルテ大統領、国民の皆さんにこんな言葉をお伝えしてますね。フィリピン政府の財源は限られているんだと。拙速な制限解除で感染を拡大させるリスクは取れない。年内には有効な薬、その後にワクチンが供給されると想定するけども、少なくとも薬が出回るまでは隔離措置継続せざるを得ないというふうに語っておりました。そんなフィリピンなんですけど、首都のマニラでは GCQ が継続していますね。7月15日までは最も厳しいロックダウン状態であったセブシティですね。ECQ が適用されていたセブシティですけども、一段階緩い MGCQ、モディファイド GCQ ですね。こちらに移行されております。そして最近の特徴だなというふうに感じるのはですね、特定の地域に限定されているローカライズされたハードロックダウンなんじゃないかなと思いますよ。具体例として挙げますと、7月19日からマニラ首都圏の東側に位置するパシグシティのですね、ピピノ、ラグノス、オクラ、こちらの通り沿いに関しては限定的に ECQ、すなわち最も厳しいロックダウンルールが適用されているということなんですね。これはその地域に限定して感染者数だったりだとか、あと重症患者の皆さんですね、これが増えていることを意味しているものと思われます。こういったニュースを読み解きますと、局所的にハードロックダウンをしつつも、フィリピン全体としては経済回復を段階的に実施していこうというね、そういった姿勢が見えてくるんじゃないでしょうかね。なんとかうまく回復することを願うばかりといったところなんですね。最後に、丸3。外国人の入国に関して見ていきましょう。最近の動画でも個別にお伝えしていましたけども、改めてね、整理をしていきたいと思います。まずは、不要不急の出国を認められていなかったフィリピン人なんですけど、渡航前後の事務手続きとかね、あと旅行保険の加入、所定の検査だとか自己隔離を行うというね、こういった条件を前提にしまして、旅行、出張が認められるようになってきてますね。これは今月の上旬に報じられておりまして、すでに適用されているものと思われます。そして外国人としてフィリピンに入国するにあたっての緩和状況、こちらについてもね、最近動きありましたよね。一時ビジネスを目的として長期滞在ビザ保有者、こちらのね、緩和がなされるというふうに報じられていましたが、その後のフィリピン政府からの正式発表において、就労ビザっていうのがね、含まれないってことが判明しました。今現在、在フィリピン日本大使館のウェブサイト、あとね、フィリピン政府の Facebook ページで確認ができますね。こちらの条件としては、13ビザ、すなわちフィリピン人の配偶者などですね。あとは RA7919 ビザ、EO324 ビザ、フィリピン生まれのビザですね。こちらの方が対象となっているといったところです。こちらね、まだ狭き門と厳しい状況が続いていますけれども、今後の緩和の流れを見守っていきたいと思います。あと、そうそう。先日動画で皆さんにお伝えさせてもらってましたけど、リタイア後に海外渡航して、その結果フィリピンから脱出できなくなった60歳男性、日本人男性、皆さん覚えておりますでしょうか？そうですね、真野さんですね。まだ動画見られてない方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひね、この後ご覧になってください。彼から連絡がありました。今ね、彼はガパンシティに滞在しているんですけども、そのね、真野さん、観光ビザの延長手続きでマニラのね、イミグレオフィスに行かれたようなんですよ。で、手続きも無事に完了されたということでご連絡をいただきました。いやー、よかったですね。
ただね、これ写真をいくつかいただいたんですけども、待合室はね、ソーシャルディスタンスが保たれてるようだったんですが、ここでね、3時間程度待ったみたいですよ。真野さん、お疲れ様でした。この時期ね、高速バスもなかったみたいなので、運転手付きのレンタカーを予約されて、ガパンシティかマニラまでね、訪れたみたいですよ。なかなか大変ですよね。ということで、本日は改めまして、フィリピンの状況をまとめさせていただきました。今週については、ライブ配信をですね、日曜日の午後4時から実施しようと思っております。お時間ある方、ぜひご参加いただければ嬉しいです。お会いしましょう。それでは良い週末を過ごされてください。